皆さんこんにちは、佐藤です。私事ですが誕生日を迎えました。というわけで、誕生日プレゼントに夫からこちらのインスタ365ウルトラ、こちらをプレゼントしてもらいました。ありがとうございます。というわけで今回はこちらのインスタ365ウルトラのレビューをしていきたいと思います。で、最初に言っておきますが、私は全くカメラとかそういうデジタル機器にかなり疎い人間なので、そのデジタル機器に疎い私からの目線のレビューということで、そういった方に親近感を持って見ていただけるんじゃないかなと思ってこちらの動画を投稿することにしました。普段はですね、私こちらの DJI Osmo Pocket 3を利用して Vlog を撮っています。このカメラもとても手ブレ補正が効いていて、色味も綺麗ですし、とても気に入っているカメラです。ただ Osmo Pocket はこれOsmo Pocket のカバーなんですけど、ここに手をこうやって持って、でこうやって撮影してると、ここの部分が手ブレ補正機能のためにこう頭を動かすんですよ。それが結構目を引くなと思っています。でこうやって構えると、結構息子とか小さい子とか、もちろん大人もなんだろうっていう感じでこう一瞬動きが止まったりするんですね。でそれがなんかちょっと構えてしまうのがあんまり自分の撮影としては好みではなくって、もうちょっと自然な様子を撮りたいなって思ったんです。なのでそういった旅行中の自然な様子を撮影するためにアクションカメラが欲しいなと思っていて、今回、こちらのアクションカメラ、見てください。すっごく小さいですよね。こちらを夫にお願いしました。ありがとうございます。このカメラですね、かなり小さくって、この後ろの画面がこう開いて自撮りとしても利用することができます。どうでしょう、こちら見た目ですね、あんまり普通のデジカメとかと変わらないかなと思っていて、もちろんカメラなんですけれども DJI Osmo Pocket よりはなんか目を引くような感じでもないので、あんまり一回使ってみたところではそんなに人の目は引かなくって良かったかなと思います。ここの横にですねボタンがあって、これを押しながら取り外すことができるので、もうこのサイズになったらもうほとんどね人目を気にしなくて撮影できるかなと思います。今回この Osmo Pocket 3とこちらのアクションカメラの映像を比較してみましたので、まずはその映像をご覧ください。いかがでしょうか。サンフランシスコのレインボーブリッジの映像を車の中から撮影しました。こちらがですね Osmo Pocket 3のカバーで、これがカメラだと思ってください。このOsmo Pocket 3とこちらのインスタ360のカメラをこう横に並べて車の中から撮影しているので、ほとんど条件は一緒かなと思うんですが、それでも結構色味とか画角の広さとか違うなと思って、
こんなにカメラによって違うんだなって改めて思いました。これどちらが好きかっていうのは、その方によるかなと思います。ここからは DJI とインスタ360の同じ項目をそれぞれ並べて比較してみたいと思います。ではまず周りの視線や子供の反応について見ていきたいと思います。Osmo Pocket 3の方はやっぱりとても目立つので、カメラを回しているなっていう空気感になりやすいなと思います。一方でインスタ360の方は服につけていても、こうやって手に持っていてもそんなに人の注目を集めることはなかったなと思いました。次に重さについてですね、 DJI 自体もすごく軽いカメラだなとは思います。一方でインスタ360はさすがアクションカメラっていうことで、つけているのをほとんど忘れるような重さです。デメリットとして一瞬つけているのを忘れてしまって無茶な動きをしてカメラを落としてしまうっていったようなことがあるかなとも思いました。次に色味についてですね、色味は Osmo Pocket 3の方が優しい柔らかな色味になるなというふうに思います。インスタ360はこの撮影する前の段階でこうやって自分の好きな色味を選択することができます。なので私みたいに色味を編集でわざわざ調整することがない人には、撮りたい映像の色味をここからすぐ選択できるので、すごくありがたいし簡単だなと思うかなと思います。ただ一方で映像を見ていただいて分かるように、かなりパキッとした色味が多いんですね。アクションカメラなので当然外を撮影するものだとは思うんですが、外の天気が良くってパキッとした綺麗な風景を撮るのには向いてるかなと思う一方で、家の中のこの私みたいに家の中で撮影する用途にはちょっと不向きかなというふうにも思います。こんにちは。今ですね、全く同じ位置から撮影しているんですが、結構違いますね。次に画角ですね。画角は Osmo Pocket 3の方が自分が、慣れてるっていうのもあるかもしれないんですけど、Osmo Pocket 3の方があんまり広くなくって、横が歪んでることがあんまりないなと思いました。インスタ360の方は一番狭い画角で今撮ってたんですけれども、それでもちょっと私には広いかなというふうに感じました。次に熱、どちらの方が熱くなりやすいかについてですね。Osmo Pocket 3の方は今まで最長でも3分ぐらいしか撮影したことはないんですが、ほとんど熱いなと思ったことはないです。一方でインスタ360の方は結構1分ぐらい撮影してるともう本体が熱いなって思うこともあって、長時間ずっと回す場合って熱くならないのかなってちょっと思ったりはしました。次にバッテリーについてですね。インスタ360は正直バッテリーの持ちはあんまり良くないなと思いました。遊園地に家族と出かけて9時半から使ってかなり節約しながら使っていたんですが、それでも3時くらいにはバッテリーが切れてしまいました。ただこれは最初から分かっていたことなので、モバイルバッテリーを使いながら使えば1日遊べるかなとは思いました。あとは構図についてですね。DJI は手に持って撮影ができるので、自分で狙った映像を撮りやすいなと思います。どうしてもこちらのインスタ360はこの胸とか帽子、帽子につければいいのかなと思うんですが、この洋服につけた状態で撮影していると手がね入ってしまったり
することがあって、後から見返してみて、入ってしまったっていう場面が結構あったんですよ。なので、狙った構図に体ごと向いて撮影するのは結構やっぱり難しいかなと思うので、ありのままに撮影する分には構わないんですけれども、特にこういった冬のコートとかジャケットを着ていると、そういったジャケットの切れ端の部分が入ってしまったりすることはあるなと思います。どちらもメリット、デメリットあると思いますので、自分の撮りたい動画に合わせて利用していただければなと思いました。私はどちらも買って、もしくはもらってとても満足しています。それでは次に、個人的にはインスタ360の最大の売りではないかなと思っている服につけた時の撮影についてレビューしていきたいと思います。インスタ360はこれを服の中に入れて、ここにカメラをくっつけて両手が空いた状態で撮影することができます。これですね、紐の調整がすごく簡単にできていて、この反対側に調整する部分があって、ここを引っ張れば簡単に長さを短くすることができます。これ簡単だなと思ってすごく感動しました。買う前に個人的にはこの磁石がどれくらい強度があるのかなっていうのがわからなかったので、ちょっと実験してみたいと思います。T シャツなんかはもちろんくっつくことができるので、今回は分厚めの服でどれくらい持つのかなっていうのをちょっと実験してみたいと思います。まずはこちらのニットですね。ユニクロで買ったニットです。それなりに厚さはあるかなと思います。こうやって入れて、自分で紐を好きな長さに調整します。そして服の中に入れました。インスタ360のカメラはここにポッチがついているので、このボタンを押しながら取り出します。はい、簡単に取れました。これをつけます。はい、ちょうど布が2枚重なっている真ん中の一番分厚い部分につけました。はい、ではどうやって実験するのかというと、こちらのトランポリンで飛び跳ねてみたいと思います。いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。落ちませんでした。続いてはこちら。皆さんが冬によく着るダウンコートについてはどうでしょうか。ちょっと実験してみたいと思います。首につけて、締めます。ちょっと探しにくいですね、磁石が。どこだろう。ここかな。ちょっと一番厚いところはさすがにくっつかなさそうなので、少しこのジッパーを外した地点につけてます。じゃあ飛び跳ねます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっと落ちそうで怖かったので手を添えていたんですが、なんとか落ちずに済みました。はい、
というわけで、磁石の強度的にはあんまり問題ないかなと思うんですが、やっぱり物理的にグイッと当たったり手が当たったりするとポロッと落ちてしまうので、それは気をつけないといけないかなと思いました。はい、では最後にまとめです。オズモポケット3は価格もそれほど広くはないので、自然な優しい日常風景の撮影に向いているかなと思いました。一方でインスタ360の方はパキッとした色味がはっきりした映像が撮影できるので、やっぱりアクションカメラの名の通り、外で撮影する用途、それから両手を開けて子供と一緒に元気のいい映像を撮影したい時に向いているかなと思いました。どちらのカメラもやっぱり用途が違うので、今後は2台を使いながら旅行用 Vlog を撮影していきたいと思います。というわけで、今使っている DJI Osmo Pocket 3と比較しながら、新しいカメラ Insta360 Go Ultra についてレビューをしてみました。いかがだったでしょうか？いやー、ガジェットのレビューって本当に大変ですね。いや、ガジェット系の YouTuber の方本当にすごいなと改めて思いました。はい。というわけで、こちらの動画が良かったよ、ためになったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。落ちませんでした。ていうか DJI が全然手ぶれしないのすごいですね。